ということで、話していこうかなというふうに思ってるところ。めちゃめちゃなんかとんでもないことを話すっていうわけではなく、ちょっとね、ツイッターでお話しした内容について、そこを話すっていうところになります。で、まずですね、厳密なお話をさせていただくと、僕は、本当にテヤンさんにお会いしたかどうかは、これ 100% はわかんないんですよ。なんでやねんって感じですよね。すいません。ほぼ、テヤンさんだろうっていうところなんですが、100% テヤンさんであるとは、言い切れないところが実はありまして、そこについてもまたお話ししていこうかなっていうふうに思うところでございます。どこでお会いしましたとかっていうところのその情報は出さないですし、で一応僕が見たよっていう情報が一番じゃない方がいいなと思ったので、言うかどうかは迷ったんですが、ツイッターで韓国の方かなが、テヤンさんが日本にいるっていう目撃情報のツイートをされていたんですよ。で、それで、本当だみたいな、テヤンさんだってなってて、で、テヤンさんの後ろ姿ですね。奥様と一緒に、街を散策されている後ろ姿だったんですよ。で、それを見て、その後ろ姿とその情報で、あれはやっぱりテヤンさんだったんだっていうお話でございます。はい。で、僕が、テヤンさんにお会いしたのは、実はそのツイッターが出る前の日だったんですよ。前日にたまたま友達と、歩いてて、お昼ご飯食べた後に歩いてて、で、歩いてる時に、前から、二人組、奥様だったんだと思うんですよね。お二人組でこう歩いてこられて、で、僕も、お友達と二人でこう歩いてて、で、道がちょっと細かったので、みたいな。で、前からも人が来てるし、ってなって、明らかに服装がめちゃめちゃかっこよかったんですよ。なんか、いい具合の色のキャップと、いいぐらいのなんかこう、ジャケット着てて、かっこいい人だなーと思って、こう、すれ違う時に、道も細いし、ちょっと気をつけようと思って、で、また、多分こう、海外の方が、日本に遊びに来られてるんだろうなーと思って、チラって見たら、お顔がテヤンさんだったんですよ。で、あれってなって、いや、待て、みたいな。まさかそんなはずないよなって思いながら、あれってなって、で、目があったんですよ、テヤンさんと。で、かっこいい人だな、テヤンさんっぽいなって思って見てたら、テヤンさんかどうかわかんないんですけど、テヤンさんが、おもむろに、ここがサングラスを取り出して、やべっていう感じで、こうやってサングラスをかけて、って言ってこれかけて、そのまま歩かれたんですよ。明らかにこれ、目があって、サングラスをかけた感じだったんですよね。だから、これバレちゃいけないっていう風に思われたのかなって思った時に、もしかしてやっぱり有名な方だったのかなと。で、もしかしたらテヤンさんじゃないかもしれなくて、海外の方で、例えば、アジア人のお顔じゃないですか。だから、どこかのアジアの他の国のアーティストの可能性ももちろんありますし、アーティストの方の可能性もありますし、テヤンさんであるという、断言は、そこではできないなって思ったんですよ。断定はできないというか。だし、テヤンさんがいるとは思わないじゃないですか、日本に。だから、テヤンさんに似てる人に僕はすれ違ったのかなって思ったんですよね。だし、なんかこう、いきなりね、こうやってまじまじ見られたら、それはちょっと、ってなって、サングラスもかけるよなーって思って、一回通り過ぎたんですよ。で、友達に、今めちゃくちゃテヤンさんっぽかったんだよね、みたいな話して、本当ですかみたいな。マジかってなって、こうやって見てて、いやでも違うかなーって思って、後ろパッて見たときに、今ってなんか目撃情報とかあるって言われて、いやでも、テヤンさんのインスタ見たけど、いやでもインスタでもなんか日本にいるっていう感じは全くしないし、じゃあ、違うのかもなって思ったんですよ。で、僕は、多分、テヤンさんじゃないんだなってその時に思って、でも、ちょっとあまりにもかっこよかったんですよ。あまりにもかっこよかったんで、テヤンさんにしろ、テヤンさんじゃないにしろ、かっこいい人だなって思ったんですよねっていうことだけは伝えたいなってちょっと思って。言われて嫌な気はしないんじゃないかなっていう、もうその気持ちで言ったんですよ。で、すいませんって言って、ごめんなさい、ちょっと間違えたら申し訳ないんですけどって言って、なんかそこで、ビッグバンのテヤンさんですかって聞くのは、ちょっと、もしかしたら失礼なのかなって思って、もうすっごい遠回しに、すいません、なんか、ひょっとしてアーティストの方ですかみたいな。違ったらすいません、みたいな。アーティスト活動されてる方ですかって聞いたんですよ。
そしたら、テヤンさん、サングラスした状態で、みたいな。いやー、僕は、アーティストではないですね。って言ったんですよ。でも、その感じもなんか、今思えば、君みたいな、さしてみたいななんか感じだったのかわかんないですけど、僕もその時に、やっぱテヤンさんなわけないよなと。日本に来てるっていう情報もないし、僕の単純にこれは見間違いだと。だから逆に気が楽になったんですよ。なんだみたいな。テヤンさんじゃないですよねみたいな。アーティストの方じゃないですよね。ごめんなさいみたいな。海外から来る観光客の方たち結構やっぱかっこいい方もたくさんいるじゃないですか。なんか思わず、なんかモデルさんみたいだみたいな人がたくさんいるじゃないですか。だからそういう感じかなってもう思っちゃって僕の中で。もう完全にテヤンさんとかではなく、一人の多分海外から日本に観光旅行に来たかっこいいめちゃくちゃファッショナブルな方っていう風にもうそこで変わっちゃったんですよ、僕のマインドが。いや、マジやばいっすね、その服装、みたいな。めっちゃかっこいいなって思って、みたいな。なんかそれ伝えたかったんですよ、みたいな。もうなんか、テヤンさんに対しての、あれじゃなくて、で、しかも僕、英語で話してたんですよ。いや、今思えば、これ、英語で話すんじゃなくて、そう今コメントでもあったんですけど、日本語で話してればね、日本語で話してれば多分分かったよなーって思ったりとかして、で、そう。声質で分かりそう。それも分かる。なんか今、頭の中でもう一回再生してみると、確かにテヤンさんの声なんですよ。なんか、あの後で調べて、テヤンさんが喋ってるやついくつか見て、うわこの声だったみたいな。なぜみたいな。カムバックの準備中みたいなとかも、ネットの記事とかで見たんですよ。だから、いや、確かにそうだよなと。カムバックの準備してるから、日本にいるわけがないってその時に思ったんですよ。で、なんだみたいな、てへへみたいな感じで、いいお話できたなっていうふうに思って、家に帰り、で、翌日の朝にその一緒にいた友達から連絡が来て、新田さんと、テヤンさんでしたってなって、うわーいっていうふうに朝一番大声を出したっていうのが今回のお話です。なので、おそらくテヤンさんです。90% テヤンさんなんですが、僕がテヤンさんですかっていうか、アーティストの方ですかって聞いたときには、テヤンさんは、いや、僕はアーティストではありませんよっておっしゃったので、100% にはなってないっていうところでございます。流れ的に言うとそういうことです。いかがでしたでしょうかということで、そんな感じでございます。ちょっとがっかりされたら申し訳ないなっていうふうに思ったんですけども、なんとなく、伝わればいいなっていうふうに思って動画を回したというところでございます。はい、この気持ちをね、少しでも皆さんにお裾分けできたらなっていうふうに思います。普段別に僕、わざわざ追いかけたりとかしないんですよ。本当に今回ばかりは、ちょっとテヤンさんかなって確かめたくなったっていう。で、確かめに行って、違った。でも、後日本当だったっていうところのお話でございます。